こんにちは、ちえいです。今回は片思い編でお相手さんの本心、お気持ちですね、どう思ってるか聞いていきたいと思います。選択肢の方、こちらの2つのお花ですね。紫と白になります。それではこちらからお選びください。はい、それではこちらの紫の菊のお花お選びいただいた方のリーディング始めていきます。上3枚がお相手さんの現状ですね。で、下の左側の3枚がお相手さんの、紫さんに対するお気持ち、表向きというかお気持ちですね。で、こちら右2枚が本当の気持ち、本人ももしかしたら気づいてないかもしれない潜在意識の部分、深い部分のところのお気持ちですね、出していきたいと思います。それでは見ていきます。お相手さんの現状、で、気持ちです。来てほしい。はい。ではちょっと見ていきますね。お相手さん、今お仕事かな。なんかすごいめちゃめちゃ忙しいとかじゃなくて、バランスよく生活できてる感じしますね。落ち着いてる。なんかお仕事が一番入ってくるんですけど、落ち着いて仕事できてるのかな。ちゃんとやるべきことに集中できてる感じしますね。もしかしたらちょっと仕事で悩んでることがあるかもしれないけれども、そこまで深刻じゃなくて、普通にどうしようかなっていう感じのお仕事の中でのお悩みですねがある方もいらっしゃるのかな。ただすごいバランスが良くて、すごい落ち着いてる方なのかなと思います。現状もすごい落ち着いていて、与えられたものをちゃんとこなせる方で、一つ一つコツコツ進めていく方ですね。精神面、すごい中身がちょっと女性性が強い方、すごい落ち着いてらっしゃって、あまりガツガツしてない中身かな。でも情熱的な面もあるんですよ。はい、ちょっと切れちゃったんですけど、ちょっと家族が入ってきたのと猫もちょっと騒がしくなってきちゃって場所移動しました。それでは続きですね、読んでいきたいと思います。お相手さんの現状ですね。なんか仕事をコツコツされてるのかなっていう感じで、すごい精神面、中身がすごい落ち着いてて、お仕事かな、何か向上心、コツコツ上に登っていこうとする気持ちがあるのかなっていう感じがして、すごい気持ちがしっかりまっすぐありますね。すごいヒステリックになることがなくて、精神的にすごい落ち着いてらっしゃるのかなっていう感じしますね。だから今すごいバランス取れた感じ。結構時期的に今年末に向けて多分忙しくなってくる方いらっしゃると思うんですけど、すごい精神面も落ち着いてるし、仕事もそこまで忙しいわけじゃなくて、コツコツやるべきことをやってってる感じなのかな。もし仕事じゃなくても自分がやらなきゃいけないことをコツコツやっていってる。落ち着いてますね。で、お相手さんから紫さんですねに対するお気持ちですね。なんかすごいいい印象ではあるんです。すごい好印象。紫さんがすごい明るい方なのかな。
めちゃめちゃパーッとこう人前で目立つタイプじゃないんですけど、密かに思われるような、そこまでこう前に出る方じゃないんですけど、でも時々目立ってしまう、存在感があるのかなっていう感じしますね。だからそこにすごい惹かれる部分があって、なんかもっと近づいていってみたい気持ちがあるお相手さん。ただ自分となんか葛藤してるのかな。なんかちょっと届かない存在なのかな。あと紫さんの方が、こちらをお選びいただいた方の方がなんか年上なのかな。年齢的にもそうじゃなくても精神的にもちょっと自分より上だと思ってるのかな。なんか勝手に自分でちょっと手が届かない存在なのかなってお相手さんが思ってる可能性はありますね。だからすごい見た目、お相手さんはすごい見た目すごいどっしり構えてるんですけど、中身でいろいろちょっと考えちゃってる。これ以上言っても大丈夫かな、これ以上近づいても大丈夫なのかなってちょっと考えちゃうのかな。少し繊細なところがあるかもしれないですね、お相手さん。なんだけどすごい好印象思われてますね。すごいポジティブ、いい印象です。で、本当の本心の部分なんですけど、なんか自分で答えを出そうとしてるのかな。紫さんとのことについてなんかちょっとじっくり考えたいのかな。で、その決断が出たら進んでいきたい。なんかお相手さん自身がなんか勝手に自分のエゴかな、なんかすごい考えてるところがあって、そこに答えを出したいみたいですね。なんか紫さんに対しての気持ちもそうなんですけど、自分自身の弱さとちょっと戦ってるのかな。お相手さんもすごい落ち着いてると思うんですけど、多分それ以上に紫さんがお選びいただいた方がすごい落ち着いてらっしゃって、精神的に多分お仕事面もすごい余裕がある風に見えるのかな。だからお相手さんは勝手にちょっと手の届かない存在というか、自分とはちょっと違うで、そこに悩んでるのかな。表向き見た目はすごいどっしりしてるんですよ。どっしりして余裕ぶってるんだけども、本心の方でなんか悩んでるのかな、そこがっていう感じですね。ただ潜在意識の部分どちらも正一で、で結構強い気持ちなんですよね。で、お相手さんすごい気持ちしっかりしてる方ですね。もしかしたら女性性強いのかな。なんか直感型、結構無意識かもしれないけれどスピリチュアル面がちょっと強い方なのかなって思います。結構直感で今まで動いてきたのかな。なんとなくでいい道を自分で選んでこれてる方。切れてますね。その直感が結構冴えてて、でその直感に従ってちゃんと塗装された道を進んでこれてる方、日々の中でやっぱり悩みっていうのは出てくるんですけど、お仕事面でも私生活でも、でもちゃんと流れに沿って生きていらっしゃる方なのかなと思っていて、でも紫さんを見ているとなんかもっと成長しなきゃなとか、もっと自分で決断力を持っていかないとなって思ってるのかな。でそこが落ち着いたら、自分自身との向き合いが落ち着いたら
カップなんで気持ちあるんですよね。紫さんと進んでいきたいと思ってる。なんか紫さんがすごい成熟された方なのかなと思います。すごい懐が大きくて穏やかでゆったりしていて、でもお相手さんもすごいポジティブな気持ちなので、これからもっと近い関係になっていくんじゃないかなと思いますね。すごい未来の方向向いてるし、気持ち持って紫さんといい関係になれる。アプローチしてくる可能性もありますね。なんかお茶とかカフェ一緒にどうですかってお誘いが来るのかな。その悩んでる部分が解決されたら結構男性性というか精神的に男らしくというか、また一つ成長しておおらかになって迎えに行くのかな。中には距離が離れていらっしゃる方もいるのかな。なんか離れてる間にいろいろ考えて答えを出してあなたのところに行くっていう方もいらっしゃいますね。なんか遠くから思っていらっしゃる方もいる。ただすごい自分自身と向き合ってるのかな。今すごい外の状況が落ち着いてそうなので内面とすごいしっかり向き合ってらっしゃる感じしますね。ただすごいポジティブな方面なので悪い意味じゃなくてすごいいい感じですね。いい未来、いい方向を向いて成長しているんじゃないかなっていう感じですね。はい、それでは今回こちら以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。はい、それではこちらの白い菊のお花ですね、お選びいただいた方のリーディング始めていきます。上3枚がお相手さんの現状で、下の左下3枚、こちらがお相手さんのお気持ち、表向きの気持ちというか嘘ではないんですけどお気持ちと、こちらが本人も自覚していないかもしれない潜在意識、深い部分の中での本心ですね、出していきます。それでは見ていきます。ちょっと明るいですね。じゃあそれでは見ていきます。お相手さんの今の現状なんですけど、すごいすごい情熱的な方なのかなと思っていて、すごい見た目もどっしりしたいわゆる男性っぽい感じなのかな。今すごい何かお仕事か何か熱中しているものがあって、昇格とか何か取る資格とか、なんか昇格試験とか何かに向かってってる可能性もありますね。なんかすごい熱中してできるものがある。スポーツでもで、なんか心の中ですごいこれは大事にしてるっていう考えが自分であって、いわゆるなんか太い木みたいな人、なんかどっしりした人なのかな。でもすごい無邪気さも大切にしている方で、常に何か新しいことを始める、すごい意欲的な方なのかなっていう感じですね。
すごい何事も純粋な気持ちでやっていける方、何か今特に熱中していることがあるのかなっていう感じで、仕事であれば仕事をすごい頑張ってるし、なんか気持ち的にすごい今バランスが取れてて、もともとすごい精神面が大人というか、なんか自分の中で大切にしてる信念、正義があって、それを軸に周りを表現しているというか、仕事面自分を出したり、スポーツするならそうですね、その自分を出していったり、自分の軸となる部分がしっかりしている方なのかな。今すごい現状もいい感じですね。意欲的だし、なんか進んでってる感じがしますね。で、お相手さんのあなたに対する気持ちはすごい好印象で、なんかすごい思われてる感じしますね。なんか紫をお選びいただいた方となんか同じカードがこれ2枚出てるんですけど、すごい好印象思われてて、でなんかこのシロさんがすごいよく笑う方なのかな、ニコッとこう可愛らしく笑う方なのかな、なんかそれがすごい印象的っていう感じが入ってきますね。で、潜在意識の深い部分のお気持ちなんですけど、結構真面目に考えてらっしゃるのかなと思っていて、シロさんのことをなんか行く末先にはちょっと結婚っていうワードが入ってきたんですけど、なんかそのためなのかな、今すごい仕事とか何かすごい夢中していることがあって、それをすごい頑張ってる。すごい強いカードがいっぱいで、すごい思われてる感じしますね。シロさんとのこと、将来のことをすごい考えてるし、なんか一緒になれたらいいなっていう漠然と考えてる。でそれを現実的に起こすために結構真面目に思ってらっしゃるのかな、お相手さんが。っていう感じしますね。なんかシロさんよりもお相手さんの方がシロさんに対して気持ちがあるというか、情熱的な方なのかなっていう感じします。なんかシロさんの方がすごい小柄またはなんかほっそりした感じ、なんかほわっとした感じで、お相手さんの方がどっしりした存在感があるのかな。そうですね、なんか漠然とシロさんと一緒になれたらいいなとか、すごいいい家庭築けそうだなっていう思ってるところを現実面に反映させようとしているのかな。潜在意識がそうなので、なんか表向きというか今思ってる気持ちもシロさんに対してすごい優しい気持ちだし、守ってあげたい感情でもあるし、何かシロさんが困ったことがあれば僕が矢面に立って守りたい、なんかすごい情熱的な感じも入ってくるし、そっと守ってあげたい感じもあるし、とりあえずすごい思ってらっしゃるのかなっていう感じですね。で全体的にすごい情熱的、なんかシロさんが思ってる以上に思われてるのかなっていう感じですね。すごいなんかシロさんがすごい可愛らしい方だから、男性女性問わずなんか守ってあげたくなるような感じ。もしかしたらシロさんよりお相手さんの方が
年齢的にも年上か、精神的にもすごい熱いというか、年上気質、先輩っぽいのかなっていう感じがしますね。なんかあんまりシロさんは心配してないのかなっていう感じです。お相手さんが来るなら来るもの拒まずで受け入れようとしているのかなっていう感じで、多分お相手さんもすごいシロさんに対して進んでくるのかなこれからっていう感じがするので、なんかそれを待ってるような感じもしますね。とにかく結構思われてる。だからシロさんはそのままありのまま、笑顔がすごいかわいらしい方だと思うので、その笑顔を振りまいていつも通りにしていれば、ポジティブに気持ち持っていけば、お相手さんは自然な流れで寄ってくるんじゃないかなっていう感じですね。すごい特に心配してないんだと思います。シロさんもすごい思われてらっしゃいますね。はい、それでは今回リーディングこちら以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございます。また次回ですね、お会いしましょう。ありがとうございます。